ゆっくりこんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、じゃあこんにちは。今日ちょっとごめんね。ちょっと集まってもらっちゃって。いやいやいや全然こちらこそ今日何するんですか。あれ9月21日ってそういえば何の日だったかわかる？国国尾くん。熱血国尾くんの日じゃないですか。違います。あ、違います。サーリーが決めたはいインターギャラクティックサーリーデーっていうのが、そうありましたね。ねありましたね。一ありましたね昨年かなんかにイベントやりましたよね。そうそう去年は代々木公園でフねィットダウンとかやりましたもんね。やった。めちゃめちゃ楽しやりたかった。なるほどかった。そう。それでで、まあなんかサーリーお、 9月まあお誕生日だ。お誕生月だからなるほどそうちょっとなんかやりてえなと思って。はいはいはい。そうそう。特徴別に特徴別にサーリーをサーリーのはいはいはいモデルをこういうなんかチャートああ、なるほどね。で合わせてあーこれだよねみたいなうん遊びをしたいななるほどね。あーなるほどなるほど。そうっていうのをやりたいと思うんで。あ、いいですね。だからこれからね、サーリー買う人あ、そう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 とかの参考になったらいいそうですそういうことですね。はいそう。ごめんなさい。遊びつっちゃった。まあね、あくまで僕らの意見なんで、そうですねいやそうですねそこはちょっと違うんじゃないとか、なんか意見とかもらえたら僕らも嬉しいんで、もしなんかね、俺はこう思うぜみたいなコメントもあったらぜひぜひ。賛否は認めます。そうそう、あくまでも一参考としてもらえたらいいかと思いますね。そうですね。はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速。じゃあ写真めちゃくちゃありますね。これ終わるかそうら。ね。大丈夫いけるっしょ。じゃあまずこれの説明します。そうですね。これはこれはね何で、まあもっと細かく分けたらいっぱいあるでしょうけど、ざっくりですよね。ざっくりです。あ本当にざっくり。だいぶ悪いいいとかそういうのじゃない。あ、なるほどね。そう向き不向きみたいな。そう。向き不向きも違う。あ、何？向きじゃ不向きあなんかほらあんじゃん。得意。不得意。もしくは向きが向きですねまあでも見てもらったら分かる。そうそう。アドベンチャーとアーバン、まあ要するに都市型か、まあちょっとアウトドア派かみたいな感じと、これはこれゆったり。ゆったり。あ、これカメ。そう。タートカメ。そう。タート。タート。そう。ラビッラビッツ。ラビットはてかまあなんだろうね、ちょっとこう。イエーイ。ウキウキ。まあちょっと早い。そう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 だね。イエーイじゃないよ。ごめんね。はい。まあ遅いのが悪いわけじゃないし、そう遅いのは早いのが正解なわけでもないから、そうはいそういうイメージで持ってもらえたら、だしサーリーそういうブランドじゃねえし。そうじゃあ早速いきます行きましょうか。じゃあかやさんのやっぱ愛車といえば、そうですね。あ、それでいく。から行きましょう。いいの？わかりやすいところからいきましょう。はい。かやさんが思う、スチームローラー。スチームローラーかやさんが思うですねスチームローラーはどこになるんですか？スチームローラーね。俺一まあ番気になるかもしれないなこれ。確かに。これさ、まあ一足じゃん。まあシングルスピード。シングルスピードね、うんはいシングルスピードで、でまあキャリパーブレーキってこうリムブレーキ、はい。そうねそうはい。でまあなんだろうサーリーのさ、オフィシャルで言うとこれってなんか、ピストバイクトラックバイクよりかはロードバイクなんだよっていう風なそうね。言いましたよく言いますね。そうよく言うんですけど、なんでまあアーバンの方に入れたい。入れたい。入れたいまあ実際ラックダボとかもないですからね。そうそうですね。ないですね。そう、はいだしそうねそうですそうなんでね、だからまあこれはアーバンに入るんだけど、まあ俺もそう思います。なんかこうちょっと早いか遅いかで言ったらまあこの辺なのかな、一足って意味でああ、なるほどね。なんかこの辺にいるのかなっていうこちらが基準点になります。気がする。俺最初あれクロスチェックだと思ったからと思ったんだけど、まずこれから来たクロスチェックだと思ってるだろうなと思ってしてめっちゃやろう。けどまあでもなるほどなるほど。でもね本当のこと言うと本当のこと言ってください、さんとか。あそうだよなんかねこうなんじゃないかなと思うんでね。何がそこでここの差は何でしたか？これスチームローラーってはいタイヤのサイズさ700から38って書いてあるじゃない。これさまあ要するに 38C ってちょっと太めなタイヤ、要するにこうロードバイクよりか全然太めさはけんねんって意味だと
アーバンよりかはやっぱちょっとアドベンチャーに入るからなるほどこういう位置にいてほしいのいてほしい。そうわかりました。なんだけどやっぱアドベンチャーのこうくくりがでけえからこれそうですね。多分ねこっち今そうですね暫定ここかなっていう感じ今の後なるほど々の車種を考えてスチームローラーをここに置いとくとこの辺まで行ってください。この辺まで。アクセレートが多分もうこの辺だからそうじゃあまあこれが。じゃあこれねじゃあちょっとシティ寄りの速い寄りって感じですよね。はい。ちょっとじゃあ俺から出していい逆にやめとくやっとこうしてるじゃあやっとこしされるのってじゃあちょっと待ってめちゃくちゃ意地悪するわちょっと待ってそういう回じゃないです。あそうだごめんそうだよね確かに今の良くなかったごめん謝る本当に左どうしてバックラット俺ねこれは悩んでんだよねなるほどね。そうまあシングルスピードにもできてギア付きにでも組めますよっていうでブレーキがやっぱ同じくリムブレーキリムブレーキってやつでもともとはねフロント積載を得意にしてますよっていうので生まれたバイクですよね。むずいな。三味線どう思う？僕はどちらかというとアーバン寄りのまあそうだよ。カメかな。アーバン寄りのカメ。ここ縦軸はここで横軸はどこに行く？横軸はそうですね真ん中そこぐらいむずっもうちょっと下ですかね。もうちょっと下。はいその辺なるほどね。その辺そこ僕の思うパックラットはこの辺ですね。俺ちなみにねこの辺なんだよ。俺ねこの辺なの。割と速いに寄っててそうでアーバンでなんでアーバンかっていうと荷物をいっぱい乗っけれるっていう風な荷物を乗っける時に安定感があるっていうのがすごいでかいのこのパックラットって。ってことはなんか街中で結構こうカゴとかバンって乗ってくとかっていうのがよくってで後に出てくるであろうディスクトラッカーとかさその辺とかってツーリングバイクだから多分アドベンチャーに作れるねそうですねと比べるとおそらくアーバンの方に入るんじゃないかなって寄ってる気がします。なんだけどディスクトラッカーよりかは速いんだよね多分ね。なるほどね。そうっていう意味で多分ね本当だったらこれのこの辺にいる感じなんだよね多分。これ僕やっぱ26インチ 650B っていう多少 700C って比べたら小径ホイールっていうところで確かに分かるそこかなっていう。じゃあそれでいこう。それでいっちゃいましょう。いろんなですか？ここでいい？僕もそうねやっぱスピード域で言ったら意外とスチームローラーって 700C だからスピード出るからなんとなくスチームローラーよりはこっちよりの感じかなとは思ってたけどな。俺なんだったらじゃあこっちだった説ある。何じゃあこうなるってこと？そう違うか。これ結構いろんな車種出てきてまあいいやじゃあ後でやろうそれ後でやろう。じゃあとりあえずじゃあパックラットはアドベンチャーよりアーバンよりスチームローラーよりはちょっとアドベンチャー感が下ですか上ですか？同列ゆっくりで大丈夫ですか？同列ゆっくりでいいでしょう。なるほど。それだと介護官になってしまいますよ。早くも混雑気味だな。ちょっとやっぱ荷物詰めるっていう意味で言ったら少しこの縦軸が上の方がいいんじゃない？じゃあそうしようか。そうしよう確かにあれだもんねツーリングだと金子さんのお客さん女性の方両パニアでそうじゃんツーリング行ってた。アドベンチャーだ。アドベンチャーがじゃあ一旦ここにしますか。そうだね。確かにそうだ。これていうかこれあれだなでかいな今サラダで。じゃあ一旦これそうしましょう。オッケー。終わんねえぞこれマジで。そうだね。じゃあ次一番あれじゃないですか。いややっぱ僕らのお店でもよく組ませてもらうことの多いそれクロスチェックからいきますか。クロスチェックからいく。これはどうです？クロスチェックのおさらいしますとちょっとパックラットと似てるんですよね。そうですね。仕様とかもあれですよね。もう20年以上になる。20年以上になるベストセラーモデルですよね。大きな仕様変更もなく愛され続けて20年。もうここだよね本当だったら。なるほどね。まあそれが一番正解なのかもしれない。
置いてみる一回ここに。一旦置いてみましょう。一旦ここに置いてみようか。そうするとすごい分かりやすいかもしれない。おお、なんか分かりやすくなってきた。あ、じゃあ確かにだ。そうなってくると、じゃあパックラットがアドベンチャーかって言われたら、けど、でもクロスチェックに遅いからここでいいんじゃないの？遅いからね。じゃあホイールサイズがちっちゃいから、そう、ホイールサイズがちっちゃいという意味でここ。そう。そうなるとクロスチェックの介護官になっちゃいますよ。介護官っていう風な感じなんじゃない？これに関しては。なるほどね。そうそうそう。なるほどね。そう、介護官っていう風に言っちゃダメだよ。そっか。俺みたいなのがいるから良くないんだ。そうだね。そうだよ。だってほら別にゆっくりがいいっていう人もいるじゃん。確かに。まったりがいい、もっさりがいいっていう人もいるじゃん。ゆっくりしていってね。ゆっくりしていってね。そう。じゃあ一旦これでいきましょう。これいきましょう。だってこんなこと言うともしかしたらこれってこうなる。いやそんなことない。こんなことない。これはこっち。一回もシミュレーションしてないから。そうだね。やばいなこれ。こうじゃん。じゃあこうしよう。わかりました。なんか今これすごいわかりやすくない？そうだね。そうだね。オッケー。まあそうなってくるとやっぱこのゆっくりって言い方がツーリング向けっていう感じのニュアンスの方が強いかもしれないですよね。そうなってくると。まあ確かにそう。その言い方の問題として。まあなんか安定してるっていうイメージがある。そうだよね。それで今大丈夫です。俺今納得しました。物乗っけられるからちょっとこうゆったり走った方がいいんじゃねぐらいな感じってことで。そうだね。そういう感じにしようか。それだったらすごい納得いく。そしたらこの横列がすごい納得いく。確かに。じゃあなんか僕から一個なんか分かりやすいかけ離れたところ。確かに一回近いところでやってくから。これはもうまあそのここの基準のここの項目の基準でしょみたいなのを一個。確かに。ちょっと待って、でもクロスチェックの話すんのしてないよね全然。クロスチェックはね。もう説明不要ってことでいい？まあ真ん中って言ったらもうこの軸の真ん中って言ったらもうそうだよね。でもやっぱこのバイクすごいよね。じゃあバツなりでちょっとお願いします。やっぱその当時にさロードバイクとかっていうのでさ、なんかこうちょっと荒れた道行こうとかさ、ちょっと旅しようとかっていう人もいたわけじゃんか。でもそういう人たちがさロードバイクじゃ全然行けねえよこういう場所とかさ全然荷物積めねえじゃんっていうのをさなんだろう具現化したっていうかさなんかそういうちょっとキリッとしたバイクにタイヤっていうのを履かせてなんか荷物とか乗っけられるようにダボつけたら熱くねみたいな感じで作ったって思うと、もう時代の先行き過ぎてんなっていう。確かにクロスバイクとかの走り、シクロクロスバイクがあってさそれからクロスバイクが生まれたっていうかさ、その間にもしかしたらこいつがいたんじゃねえかって思ったりなんだ。真ん中で大丈夫ですか？いいんじゃない？なるほど。わかんない、どうなんだろう。でもほら、全ての始まりじゃないけど、本当はワンバイワンだから。そう。じゃあいいですか？はい。じゃあ僕からいいチョイス。僕からちょっとお題を出させていきます。トロール。難しいね。じゃあ俺はこれはもうだってねもう左こっちだと思いますけど。そうですね。僕もそっちかなと思ってます。こういうぐらいですよね。なんでかっていうとマウンテンバイクの形してるんだけどツーリングバイクニュアンスなんですね、これが。マウンテンバイクの形状のツーリングバイク。同じこと言ってます。だからギミックがねそれ向けに作ってあったりするんですよね。そうマジでなんか世界一周とかできるローロフとかのハブ使えたりとかね。あとディスクブレーキとウェイブレーキ兼用だって言ってそう選べるっていうのがいいですよね。あれ ECR だけかV ブレーキディスクブレーキだけなんですよ。どうでしたっけ？オーガが確かディスクとそうね、オーガは選べましたね。なのでやっぱりマウンテンバイク形状なんで太いタイヤ、26かけ3インチまで入るタイヤだから、アドベンチャー感とかで言うとね、アーバンってよりはこっち。そうですね。はい。こうなんですよね。そこでいいと思う。みんないろんなし。結構アドベンチャー感も上の方に行くと思う。結構僕も寄ってる気がします。先生いいんじゃない？先生どう思います？そこでいいと思う。ここでいいと思います。あともしかしたらみたいなやつなんだけど、これの上を行く。そう。じゃあこの辺にね。いいと思います。やりましょうか。そうですね。兄弟車いっちゃう？行きましょう。ECR。これあれなんだよね。650B の3インチと29インチの 2.6 インチ履けるから、要するにこれ多分この辺に来る。でもこうでいいのか。こうでいい。
あでもどちらかというとそうですね、もうちょっとうさぎよりちょっとキリッと気味のやつだよね。確かにこの大口径ホイールのおかげでセスミがいいぜっていうそういうことだね。そうだね。なるほど。ってことはオーガの方はどちらになりますか？オーガオーガ俺さびっくりしたんだけどさ、タイヤのインチ 0.1 インチしか変わんないんだよね。結局本当だ。ECR と比べて。本当だ。本当だ。じゃあ金子さんこことオーガのなんか違い説明してください。ECR と。ECR とオーガの違い、さっき言ってたディスクブレーキと V ブレーキの台座がついてるのがオーガだよね。だけ？他なんかあります？一応ね、2ナイナー設定だったよね、最初ね。一番最初。そうね。最初トロールっていうのがいて、そうだよね。で、それの2ナイナー版でオーガってそうだった気がする。だったからワンバイワンのギア付きがトロールみたいな感じで、そうだよね。空手モンキーのツーリングバイクがオーガみたいな感じで最初見てた。確かにそうだったんだけど、よくよくジオメトリー表を見てみたら全然ちげえじゃんみたいな感じになって、じゃあなんだこいつらっていう風になってったんだけど、そのまま時が経ってなぜか ECR が出てきたのね。なるほど。でその時 ECR って 650B の ×3 で、要するにクランパスのツーリングバイクみたいなやつで出てきたの最初。なるほどなるほど。だったからこいつの居場所よって確かに思った。そうですね。なんか時がっちゃいそうだな。そうあったんだけど、多分だからここあれだよね、ジェットストリームアタックってなるほど3兄弟ですね。3兄弟そうどう ECR よりちょっ早め、ちょっと早めの一馬審査で一馬審査でちょっとこっち花咲でそうっていう感じなんじゃないかなっていう気がします。なるほどね。そうじゃあ今話題に上がった空手モンキー、僕最近すごい人気ですよね。そうですね。でこれもむずいっすよね。昔の空手モンキー知ってる人とかだともうなんかラックもつかない、もうちょっとソリッドな2ライナーのマウンテンバイクって感じだったじゃないですか。だったでなんか一時期からそのフロントフォークにねガボ穴とかついて、いわゆるパッキングスタイルとかもできるようになったっていうじゃないですか。だからこのね空手モンキーの立ち位置を今夜金子さんに決めてもらいたいですね。結構正義なんですよね。アドベンチャー最速だ。アドベンチャー最速よこいつは。なるほどね。ごめんね、ちょっとテンション上がりきっちゃう。結構俺空手モンキー好きなんですよ。そう語ってもらいましょう。空手モンキー、さっき話してたけど、昔のやつとモデルチェンジしたんでね。だいぶね。だいぶ。サーリーの中で一番多いんじゃないのってぐらいモデルチェンジした。マイナーチェンジ多いですね。したね。そうで本当に初期の空手モンキーから比べると、なんだろう、そのマウンテンバイクのトレンドみたいなやつをちゃんと空手モンキーって追ってってるのよ。確かに。で2ナイナーっていうので最初出てきて、それもトレンドだったわけじゃない。でそれのトレンドをまたこういろいろ踏襲してってて、で今これって27.5×3 インチのタイヤか、29インチの 2.5 のサイズ、もっと履けるのよ実は、多分っていう風な感じで一応収まってるのよ。で結構ジオメトリーとか昔のやつとかと比べると今っぽくなってるんだよね。結構ヘッド寝てたりとか、あとリビも確かちょっとだけ上がってた気がする。フォークが長くなったせいなのかわかんないけど、っていう意味で結構なんか街中乗るの不便なのかなみたいな感じで思ってたの。ジオメトリーだけ見てたら、なんかビビ高えしさ、なんかなんつうの、車高高えけど進まねえなみたいな感じのバイクなのかなと思ってたんだけど、これが速いのよ。そう 650B でも全然速いし、2ナイナーで組んだらもっと速いのかな。でやっぱね結構キリキリっと動くような感じがあるから、確かにこれでもさっき言ってたそのダボ、ラックダボとかなんだっけ、3連のさボトルケージダボとかあるじゃん。そういうので一応アドベンチャーバイクパッキングでアドベンチャーな感じのバイクっていう風にも全然組めるやつだから、本当だったらやっぱなんだろうな、なんだろう、そういうツーリングっていう風な感じで言ったらこっちの方を意識していきたいところではあるんだけど、乗った印象だけで言ったらやっぱここ。なるほど。すげえいい。なるほど。そう。結構好き。みんな欲しくなっちゃいますね、そこだと。なんか上位互換とか言っちゃうとね、なんだけど、ほら別にこれが好きっていう人もいるじゃん。ゆっくり走る山とかあるわけだから。そういうことですね。なわけよ。なるほど。こいつはいいぞ。じゃあ
どうしようかな。あれじゃじゃあ一回なんかこうパンチ効かせて。パンチキャットビッグダミー。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 だから俺はそういう人間だって。あ、それビッグダミー。相手はビッグダミーって言ってるかなるほどね。これはどこだろうね。人によっちゃアドベンチャーだし、人によっちゃアーバン。まあそんなこと言ったら全部の写真そうなんですけど、それにやっぱ裏にお子さん乗せるキットつけてる人もいるじゃないですか。かと思えばもう荷物パンパンでなんですか長距離行く人もいるじゃないですか。だから本当難しい。この辺なんじゃない実は。あ、なるほど。違う？いや、まあでもそれがここかもしれないね。確かにどっちもいったらどっちもいけるし、まあかといって速いわけではないじゃん。確かにね。こんだけ長いと。ちなみにこのロングテールっていうバイクでね、何ゲームね。後ろが長くてそこに積載をできますよっていうバイクですね。はい。そうそう。あれだよね。ビッグファットダミーっていうのがさ、もう今ちょっと生産がないけど、ファットタイヤのね、ビッグダミーが昔存在したんですよね。今もあるか。あれすげえっすよね。まだか。そうで、それとかはもしかしたらそれの上だかもしれない。そうだ、確かに。あとね、日本じゃ買えないけどビッグイージーね。あれミルク電動アシストがついてるのが本国だとね、あるらしいですね。それとかもまあアドベンチャーですね。なるほど。かもしれない。はい。オッケー。ちょっとじゃあこれ気になってる人いいんじゃない？ストラグル。俺ねこれ結構俺やっぱパックラットとすごい似てるんだよねなんか。嘘？俺はちょっとうさぎさん寄りからとうさぎ寄りのアドベンチャー寄りかな。違うなんだっけ悩ましいって意味でパックラットとなんか同列ってこと。なるほどね。俺でもここかな。まあ確かに。僕もうちょっと上かもしれない。もうちょっと上。ディスクブレーキって意味だとアドベンチャー寄りかもしれないね。なんかね。ちょっとやっぱですね。確かに。まあそうこれももともとはねクロスチェックのディスクブレーキ版が出ましたよの感じでしたよね。発売当時ノリはね。あ、ごめん。そしたらここだわ。なるほどね。もうそうね。まあ確かに。ちょっとけど。言われてみればそうか。ちょっとこうしときたいよな三味線。まあそうですね。なんかストラグラーのイメージなんかそうしときたい。でこっちはディスクブレーキで同じくシングルディアでも組めるし、なんだディアードでも組めるっていうのと、優しいところで言うとクロスチェックってフレームサイズどれ選んでも 700cc なんですよ。そうですね。そうなんですよ。背低い族の我々としては。フレームサイズどうしたってそうなんですよね。確かに。ってなった時、今回このないけどルックスとかっていうのが入るとしたら、まあなんかもうすごくバランスよく選びたくなっちゃう。選びたくなっちゃう。だから女性の方とかでも38、42サイズで650ミリで組めるとすごいかっこよく組めますから、結構なんていうかこのいろんなモデルの中でも割となんだろうな華やかっていうとあれだけど。なんかいいっすよね。ストラグラー組めるかなっていう感じ。今はねこの縦軸横軸とはまた別の話しちゃったけど、かな。まあでもここにいるからって言ってアーバンじゃないわけじゃないからね。そうだね。そうなんだよな。そこが難しいですよね。そう本当。ってなるとやっぱ俺ここだったんだよ。じゃあそこにしましょうもう。いい？じゃあ分かった。じゃあ三味線の位置もこうだ。そうだね。ここだな。オッケー。分かったじゃあ。すいませんね。いやとんでもない。本当に。うるせえな。僕このストラグラーこのうさぎ寄りにしたかったのもまあこいつがいるから。なるほどね。それどこに置くの？これディスクトラック僕的には松尾君が見てるよ。僕的には松尾君が見てるよ。この辺っすかね。どう？正解松尾君大丈夫？一周はね。上馬店の一周はこれで日本一周したからね。そうだね。はい。こっちかそこだかもね。確かに。俺ねここだと思ってたんだよね。なんかけどこの辺どこですか？違う。横同軸好きっすねここ。横軸好きなのよ。決めたくなった。確かにね。サーリーってどっちにも寄せれるっていうのが多いからここに置きたくなっちゃうんですよね。置きたくなっちゃう。でもあえてどっちかにするんだったら今日は上でしょ。上でしょ全然。
確かにね。若干マイナー、若干じゃないな、マイナーチェンジあったじゃないですか。比較も前後スルーになって、フラットマウントになってってなった時のディスクトラッカーのイメージはやっぱこの辺になったなっていう。ちょっと速くなってる。そうなんですよ。多分ブレーキ周り、足回りの剛性感が増したっていうのがあって、こうちょっと大事よ。こうちょっと大事。こうちょっと大事。そうなんですよね。だからもうこっちはより切らないイメージ。亀にはより切らない。なるほど。確かに確かに。そうかもしれない。そのホイールベースって言ってね、このなんですかね、車輪の長といいますかが長いんですよね。長い。だからそのおかげで荷物積んだ時にも安定感があってどっしりした乗り心地っていうのがまあよく説明しちゃうけどね、俺とかはね。まあゆえのツーリング向けですよね。そうだしけどアーバンっぽく組むとそのまま調子いいですよね。エブリデイバイクな感じで組む普通にいいなね。アドベンチャーに置いてるけど実はブルーラグで組む車体はこっち寄りが多いかもしれないですね。多いね。だから難しいこれ。これむずいよね。そうね。一応多分メーカー的にはこういうニュアンスの部分に置いてるけど組む時にはまあこうやって組むこともあるよ。そうだね。今ねコンプレッサーがまあでもすごい多分珍しく3人1だったんですかこれは。確かにそうかも。はいよかったですね。じゃあなんかちょっと向こう寄りが少ないからやっぱこれそうじゃない。金子さん今気になってる。そうですね。そうだね。そうですね。これそれはもう金子さん今お気に入りです。これここでしょ。おいこれもうここでいいよね。ここでいいと思う。俺もあえてクロスチェックをバーンさせた一応説明して一応説明してもともとねサーリーロードバイクのモデルだったら覚えてるでしょ。ペーサーっていうのがいいんだよ。で名車その名車ね。そう名車ロードバイクだったよね。で要するにちょっと太いタイヤ履けるロードバイクだったからクロスチェックよりちょっと速めなバイクで要するにこの辺にいたわけよ。ペーサーがいたとしてなんだけどそれがいなくなっちゃったわけだな。廃盤になっちゃった。廃盤になりました。でその後になんかいきなりミッドナイトスペシャル出すよっつってサリーが言ってきてペーサーの後継機だからっつってどんなの組んだろうと思って見たらこれだったの。おかしくないってなってこのバイクだけでしょこの見た目って思ったんだけど乗ると違うよね。これ乗ると違う。そう見た目と乗り心地がだいぶ違うですよね。650さメーカー完成した 650B のさタイヤ履かせてプラスでしたよね。ロードプラスでさドロップハンドルだったじゃない。だったからすげえもっさりする。なんか要するにどっちかって言ったらディスクトラッカーとかをちょっと速くしたぐらいの感じのイメージだった。そういたのよ。なんだけど全然違うんだよね。めっちゃロードバイクですよね。普通にロードバイクでした。でヘッドチューブがさ 44mm ヘッドチューブだったじゃん。でこれなんてことしてくれたんだって思ったでしょ。マジで思ったね。本当に思ったんだけどあれさカーボンフォーク入れるためだって聞いた時さうわって思ってで落ちてきましたよね。今で昔は珍しかった今でこそ普通なんだけどカーボンフォークでマウンテン用じゃないかアドベンチャーバイク用要するにグラベルロード用とかのカーボンフォークとかだとそのヘッドチューブって言われるフレームの舵取りフォークがつくところのパイプが細いんだけどサーリーとかって1と8分の1っていう普通のオーバーサイズってやつなんだけどそれが 44mm ってでかいやつになってるんですよ。でそれ用じゃないそのサイズじゃないとカーボンフォークって今ほとんどないんですね。そうだったからそういうのを見越してミッドナイトスペシャルをサリー作ってたんだと思うとめちゃくちゃ胸熱っていうのもあっていいしなんか俺ボンボラにちょっと浮気しようとしてたけどやっぱりこっちやっぱあれだよねサーリーっていう十字架を背負ってから多分これを買わなきゃいけないんだよ。なるほど。次買うサーリーはこれだね。言いましたね。次買うかもしれないサーリー言い直した。そう言い直した。確かにけどやっぱりやっぱあれですよね。デビュー1年目はやっぱなかなかっていう感じでしたけどやっぱり実績を兼ねていくとやっぱり指名率も高くなってくるし、ちょっと問い合わせいただくことも多くなりましたよね。で出たばっかの時にさ買ってってくれたお客さんが結構いいんじゃん。マジ宣伝そうすごいのね本当に。そう自転車屋が後になって気づくっていう典型パターンが私とかなんでそうこれじゃんってなりますよね。うわ来た。この 700C650B コンパチっていうのも熱い本当に熱いこれは。そう
あとさちゃんとさジオメトリーあれだよねホリゾンタルでそう、505452がいないんだよね。ないんだよね。そう505456であと40がいますね。404650か。確かに。じゃあこうご期待ですね、金子さんの新車に。そういうこと？もう視聴者の皆さんも期待してますよ。金子さんがミッドナイトスペシャルをどう料理するんだろう。あんだけ言ってたもんな、カーボンフォーク入れんのかな。そう。あんだけだけ絶対カーボンフォーク入れるよ俺。あんだけ44ミリ。絶対カーボンフォーク入れたいもん。次行きましょうか。はい。じゃあこれも割と新しいモデルなのかな。じゃああれじゃないですか。この2つちょっと言ってみます？それいく。もう残り数も少なくなってきたんで。オッケー。ローサイド。これはもうだいぶなんだろうな、ベンチャーなんつうの遊び心あるアーバンって言ったら、そのアーバンの幅がそのシティ寄りっていうのがこれどこまで意外とこういうとこなのかな。そうだと思う。俺もそうだと思います。そうなんですよね。多分デモ動画とか見るとやっぱ飛んだり跳ねたりしてるじゃないですか。街中で。確かに。そうなってくると、じゃあアーバンっていう使い方になるんだけど、難しいなこれね。難しいですね。あれだよね、だから俺が使いたがるここだよね。このど真ん中ライン。アドベンチャーではないかなと思いますね。アドベンチャーかと言われたら違う気がする。やっぱなんかアーバンストリートみたいな。実はここ？でも違うこうか。そうしたら。違う？確かにそんな気もしますね。けどじゃああれじゃないですか、街乗り用で通勤でどっちが向いてますって言われたらこっちやっぱこっちになるするじゃないですか。ってことはそこがむずいんだよな。ちょっと寄りすぎだな。そしたらこれはなんか特別枠作る。確かにじゃあこの辺かもしれないですね。確かに特別枠になっちゃうのかね。そう、特別枠になっちゃう。なんかちょっと異質ですよね、こいつだけ。確かにね。だけどね、あれ日本だとダメだけどね、サリーの説明だとそのね、そのパブに行くのに調子いいぜみたいな言ってる。ってなってきたら街乗りもできますよっていう。そうだね。速さを求めない街乗りみたいな。そうですね。日本で乗られてる方とかってさ、釣りとかさやってる方が多分いてて、多分車で持ってってその釣り場までのアクセスみたいな感じで車乗ったりしてるんだけど、そういった意味だとアドベンチャーかなっていうふうな感じ。確かに。ではあるんだけど、僕らのお店でじゃあ扱うとしたらってなると、実はこっちの方が多いかもしれないし、コンセプト的な部分で言ってももしかしたらここら辺かもしれないってことはあるかもしれないですね。難しいねこれね。これだいぶ難しいね。本当にあれですね。もうご意見もう多数お待ちしております状態ですね。空手モンキーっていうのを主軸にしたらでもこうだよね多分。ローサイド3枚ぐらい欲しいですね。確かに。いろんなところにもうめちゃくちゃ真逆って。今めちゃ混乱して。あれこれアドベンチャーじゃない。ちゃんと逆に行きました。空手モンキーっていうのでこういう軸がここに。だから言いたいこと。これ次回あれですね。マウンテンバイクのやつやりたいな。マウンテンバイクシリーズだけでやるっていうのもありかもしれない。確かにありだね。ひとまず今日はそこでいいよ。ここにしましょう。そこにしとこう。全体図で見たらここって感じで。うわ、これ結構お客さん混乱するな見てる方。ブリッジクラブは。いや出たブリッジ。勘弁してよ。で、カナダ本国で乗ってきてるでしょ。俺ね、これも乗ったし、トロールも乗った。なるほどね。じゃあ ECR も乗ったわ。ってことは一番今自分で自分のブリッジクラブ。俺ね、次世代のクロスチェックだと思ってるの。だからここなんだよね。かぶせちゃう。結構本当になんかそんぐらいの感じなの。例えばさ、これとかさ、めちゃくちゃタイヤの種類開けるじゃない。おかしいでしょこんな。3種類開けて26インチ開けて27.5開けて700も開ける。でギアードでしょ。ディスクじゃん。もうそんな多いんだよさ、こっちもいけるしこっちもいけるしさ、でこっちもいけるしこっちもいけるじゃん。ってなるとやっぱここに組んで俺の中で。言いたいことはわかる。けども私たちの売られるんであれば、顔は一番組んでますもんね。そう、俺
ストラグラーよりかはちょっとモサッとするのかなっていう意味でのここかな。でちょっとアドベンチャーによる。そう僕もそんな感じします。わかります。っていう風な感じだったらいいかな。俺ローサイでやっぱこうなんじゃないかな。ここダメ？あ、違うな、こうか。こう。だから一緒だな。一緒だった。何シンクロだ。恥ずかしい。でもこれはすごい金子さんの言ってることをすごい納得します。僕もそうだと思います。これだって 700C で組むと、別物だよね。いわゆるなんですか、よく日本で使われるクロスバイクの乗りで乗れるみたいな。そうクロスバイク感がすごい。あとさ、これ乗ってさ、富士五湖かなんか行った女の子とかいいんで、お客さんでその子とかもなんか普通に 700C の感謝で行ってたんだけど、なんか普通に速かったですみたいな。なるほどね。じゃああれだ、ジティというかあれか、クロステック大統領みたいな感じだ。そうって俺は思っちゃうな。だからすごくねバランスいいし、あとやっぱ単純に好きな形なんだろうね。やっぱこうハイバーみたいな好きでさ、ちょっとクルーザーみたいな。なるほどね。この写真分かりづらいですよ。この写真もそうですもんね。そうだから変な話、これってこれと同列だったりもするのかなって思っちゃうね。そうやって組むとね。そうなんだけど、組み方の幅をいろいろ加味した上で今ここで。なるほどいいかもしれません。よかったです。じゃあ結構くせ者が多い。そうですね。この辺は正直なかなかお店でお話しする機会も他の車種と比べると少ないから、ちょっとパパっていきましょうか。いいよ。パグスレ、これもう元祖ファストバイクね。元祖ファストバイク。はい。これはもうだってもうここじゃない？そこ行く？俺もその辺かなと思ってました。もともとはね、あれですよね。特殊車両っすよね。雪の上用ですね。そうだね。雪の上、ふかふかした雪の上でも走れるようにっていうので作られたバイクですね。結構場所も限定されるし。そうね。遊び用のバイクだよね、なんかね。そうですね。っていうイメージだったけど、ダボ穴めちゃうんだよな。そうなんですよ。だからアメリカの人の遊び方がもう僕らっていうか僕にはもう想像つかないです。そうだからもう広大なフィールドがあるわけじゃないですか。だからやっぱりその本家の人とかに聞くと「何言ってんだ全然違えよ」って言われちゃうかもしれないけど、日本でとか僕らの東京でお店やらせてるショップの意見としてこの辺になっちゃうっていう感じもあるんですよね。あれそうですよね。でもやっぱそうだな。なんか俺こっちな気もするんだよね。速さ出る。なんかほらこの人たち積載な人たちじゃない。よりかはなんかもうちょいマウンテンバイクに振ってんのかなっていう感じが。そうね。でもファットバイクって意味だったら、でもそうだね。ちょっとこっちかも俺。これを下げてこの辺？なるほどね。なるほどね。この縦並びだったら確かにちょっと納得できるかもしれない。なんかわかる。なんか言いたいことあるんですよ。でもどっちかって言ったらちょっとこっち寄りなんだよね。なるほどね。そう。でもね、後に控えてるこいつのせいなんだよ。アイスクリームトラック。そう。この人ね。この人は何？パグスレよりさらに太いタイプ。5.1？ 5.1？ もうサウザーのサウザーのやつだね。サウザーのやつと同じやつですね。俺そしたらじゃあここなんじゃないかな。なるほどね。この辺映ってるこれ。映ってるこれ。なるほどね。ちなみにさ、ウェンズデーっていうさ、要するにパグスレーの弟分か。違う、パグスレーのお姉ちゃんか。発売は後なんだけど、一応お姉ちゃんキャラってことになってますね。そう、お姉ちゃんキャラがいるんだけど、結構それのジオメトリ見てると、あれなんだよね、マウンテンなんだよ。だから結構こっち寄りなんだよね。アドベンチャーもう空手モンキーの、この辺に多分ウェンズデーがいる気がする。そうで、アイスクリームトラックも結構マウンテン寄りだったんだけど、タイの太さがすごすぎるので、もうそちらの一番左の隅に多分けど
ね、空手モンキーと横軸が一緒、じゃあ縦軸一緒で横軸が逆っていうのはすごい分かりやすいですね。ああ確かにそうかもしれない。確かにそうだね、これは確かに。でもめちゃくちゃ言われそう、なんか早えよって言われそう。確かに言ったら結局タイヤ太いイコール外形もでかくなるから、転がっちゃえばそうこっちゴロンのゴロンゴロンゴロンそうそうなんです。それはまたあとガッツでやっぱね、ガッツである。ガッツで。じゃあ最後ですね。最後パス。なぜこれ最後これもちゃちゃっといきましょうか。これも最初はあれですよね。その29カテ3インチのマウンテンバイクが出ましたみたいな言って、すごいあれですよね。そうね。セミファットってよく言ったのかな。言ってた。だからこの列に来たよね。確かにこの辺より実は早かったりしますもんね。もうちょいでもそうこっちでもいいのかね。この辺この辺空手よりもアドベンチャー行きます。あ確かに。でもそうじゃない。おおいきなり下がった。いいぞ。そうね。だからタイヤが太いっていう意味でのアドベンチャーっていう意味では。確かに。でしかもほらその299プラスっていうそのタイヤの外形の走破性とかも加味して、今のクランパスだって結局あれだもんね、打法空手と一緒だもんね。そうなんですよ。ってなるともしかしたらこうなんだけど空手モンキーの方が素早いよっていうまあまあ確かにっていうのはありそうかな。じゃあひとまず全部貼れたんですけど、どうです修正点あります？パッと見ちょっと待ってちょっと待ってけどなんやかんや言いましたけど、なんとなくこんな感じ俺ねここ欲しいんだよな。じゃあ逆にそこに無理やりって言ったらだな、そこに位置しようと思ったら何きます？そんなんだってもう己の心拍でね頑張ればこうなるでしょ。そうだね。そんな心拍でどこまでも移動できるか。そうか。でもそうだね。だから変な話、これがさこう来ることだったりありえますね。その例えばドロップミッドナイトスペシャルよりかタイヤクリアランス少ないじゃないですか。っていう意味でのアドベンチャー感のがちょっとこれより少ないっていう話だったらこのアーバンによって確かにけどでもちょっとそうだね。やっぱここだよな。結局そのやっぱそうね。どの写真にもサーリーは言えちゃうんですけど、やっぱ組み方がねすごい自由だから、なんか変にマナーとかがないから、それもあり。これもありだね。それもあり。サーリーってでも面白いね。そのファッティーズフィットファイン、そのタイヤが太い役できるよっていう基本理念があるからこそ、行けるフィールドが変化するっていうのがすごい確かにあるから、だからこんだけやっぱ頭悩ましちゃうけども、でもそうね、フレームの向き不向きだけで見ていったりすると、もしかしたらこれが結構一番近いのか、なんかこう伝えてる本音ってこれかもしれないね。確かに我々がそうですね。そうかもしれない。じゃないと作る側もこんなにいっぱい作んないですよね。やっぱりこれはこういうシチュエーションで乗ってほしいとか、これはこれっぽいよっていうのってない限り、このモデルよりはこう乗ってほしいみたいな車種増えないですよね。サーリーの人たちに聞いてみてえな。聞いてみたいよね。てかサーリーの人たちに見したいよねこれ。確かに。どうでしょう。そうどうでしょう。見てますか。これとりあえずこれが2021年9月21日時点での段階での僕らの分布表というか、分布表だね。これは来年にはまた変わってるかもしれないし、1ヶ月後にも変わってるかもしれないから、あんまし参考になったのかなってないのかわかんないですけど、まあでも一つの判断基準にはなってると思いますよ。なってるね。じゃあこれからサーリー選びしてくれる方のガイドラインにちょっとなってくれればね、なってくれたらいいね。いいですね。はい。本当に。もちろん冒頭にもお伝えした通り、賛否というか、そうね。俺はこう思ってる。そう。俺の思うストラグラーローサイドはこうだみたいなのももちろん。でもそれで本当にそれでいいと思う。そうなんですよ。そう。正解がないって言い方はしちゃったけど、正解は人それぞれみたいなね。だその人にとってはここもう全部がここになると思うんだよね。確かに。そうなんですよ。そうなんですよ。俺のそれでいいと思う。俺のサーリー何でもできるぜっていうことね。そうでいいと思うんだよな。とりあえず金子さんはミッドナイトステージ。とりあえずそうだね。もう買うよ。楽しみですね。大丈夫ですか金子さん、今日やりたかったことは。これですごく勉強になりました。確か俺も改めてこの辺とかちょっとぼんやりしてたから。
あとね、そうこれにね今たまたまこう今扱ってる代表のやつっていうのでやったけど、他にもいろんなモデルあって、そうですね、これだけじゃないですからね。そうでもね、やっぱ結局のところサーリーって何でもできちゃうバイクを作ってることの方が多いかな。そう考えると長くなっちゃうけど、そう考えるとやっぱ僕らのお店でよくご指名いただくモデルってやっぱりこの中心にグッてやってるんだね。確かに。本当だ。どういう風に怖い。どういう風に燃えるっていうね。そうだわ。ね。確かってことはやっぱじゃあこの辺に来るのか。じゃあそこそこ。確かに。なるほど。なるほどね。そう。欲しくなるわ。確かに。すごい。確かに。ぐっと中心に寄ってましたね。本当だ。なんかすごい。すごい。アハ体験した今。全然そんなつもりなかったのに。すごいすごい。でも今の良かったもん。閉めます。閉めようか。閉めますか。今日はかよこさんがミッドナイトスペシャルを買うっていう話で違います。買うまでの動画。そう。サーリーのね特徴別にチャートで分ける動画でした。9月21日はサーリーデイ、違う、インターギャラクティックサーリーデイなんで、みんなサーリー乗ってる人祝いましょう。楽しんでください。23歳かな、多分そう22歳、3歳、そうはい、になるかな。はい。なんでそんな感じで、はい、今日はありがとうございました。お粗末様でした。またまた。ゆっくり。